皆さん、お久しぶりです。温泉フェスラジオ、お風呂の時間です。いや、本当にご無沙汰しております。こうやって収録して、YouTube にアップするのは、2020年の4月以来ということで、1年以上経つんですね。本当に世の中がもう大変な時期になりまして、なかなか温泉に行けないっていう話を確か前回したと思うんですけれども、それからもう1年以上経っているということで、なぜこの温泉フェスラジオお風呂ですね、久しぶりに収録しているかと言いますと、もう本当につい先日、久しぶりに温泉フェスとして温泉に行ってきました。やっぱりいいですね、温泉ってね。どこ行ったかというと、近場なんですけれども、千葉の温泉ですね。で、意外に温泉フェスで千葉の温泉行ったことって僕はなかったんですね。なので、どういった温泉なのかなっていうのをすごい楽しみにして、行ってきたんですけれども、いろいろと最近はかけ流しの動画をアップしたりとかしておりまして、YouTube はまた再開してちょこちょこアップしてるんですけれども、こうやって温泉フェスラジオを配信するのは久しぶりということで、ちょっとね、まだ編集してないので、どういう形で、動画を編集してお届けするかっていうのは考え中なんですけれども、テロップ入れてみたりとか、あとはね、動画だと海外の人も言葉の壁関係なく楽しめるんですけど、このラジオってなってしまうと、僕は英語喋れないので、日本語でどうしても喋るので海外の人には伝わらないということで、ちょっとテロップも入れてみようかなっていうのを考えながらちょっと今撮っております。もともと温泉フェスっていうのはこれもう4、5年前にね、その温泉ボーイと話してて、2020年オリンピックに向けて海外の人がたくさん日本にやってくると。で、オリンピックだけじゃなくてやっぱり日本の文化を楽しみに来る人も多い。その中で日本の温泉を楽しみに来る人っていうのもやっぱり一定数いるんじゃないかということで、じゃあそういった海外の人に向けて今からジャパニーズ温泉、これをですねちょっと発信していこうということで、ただの温泉巡りをですね温泉フェスと称してインスタグラム等で発信してたわけですね。で、こういう状況になって、オリンピックもまだねやっていないという、やるとは言ってますけれどもね、万全な形ではやるかどうかわからないので、海外の人もね日本になかなか来れないということで、だからちょっとテロップつけて、でそれぞれで英語の字幕で見てもらったりとかしてもらえたらなっていうのを考えながら今収録しております。で、ちょっと前置きが長くなったんですけど、千葉のどこの温泉に行ったかというと、今回ね日帰りだったんで2カ所なんですね。七里川温泉と、あとハート型のね、なんか一時インスタとかで話題になった滝あるじゃないですか。濃溝の滝っていうね、そこのすぐそばにある千住の湯っていうこの2カ所行ったんですね。で、僕はその日帰りでもやっぱりせっかく行くんだったら何カ所も回りたいと思ってたんですけど、もう1年以上2年弱ぐらいもう行ってなかったんでね、なかなか温泉っていうのは温泉フェスとしてね。なのでリハビリも兼ねてね、2カ所ぐらいにしていこうということで、正直僕の心の中では2カ所か、物足りひんななんて思ってね朝向かったんですけど、でやっぱりその温泉フェス行くのにも写真撮ったりとか動画撮ったりとかで、写真撮るのにもいろいろと用意していくものがあったんですけど、これ偉いもんでしばらく行ってないとそういうのをいろいろ忘れてるんですね。で、温泉フェスタオルはちゃんと持って行ってたんですよね。フェスタオル持っていかないとみたいな。ただね、我々の言うなれば清掃の一部、清掃
の一つとしていつも装着してた花柄のピンクのシャワーキャップですよね。これをですね今回もすっかり失念しておりまして、持っていくの忘れてたんですね。でピンクの花柄のシャワーキャップってなんだって皆さん思うと思うんですけど、一応この動画の最後にですね、チャンネル登録お願いしますみたいなことでエンディングをちょっと流すんですね。あそこで我々がかぶってるのがピンクのシャワーキャップなんですけど、いやそんなん別にいらんでしょって思うでしょ皆さん。でもあれはね我々にとってはねやっぱり清掃なんですよね。温泉フェスタオルとピンクの花柄のシャワーキャップっていうのは、言うなれば清掃でですね、例えば歌舞伎なんかでもね化粧道具とか忘れたりすると化粧できないわけじゃないですか。じゃあしょうがないね、忘れちゃったらすっぴんで出ようかって、そんなわけにはいかないですよね。それと一緒なんですよ。あとは何ですかね、力士、お相撲さんね、もう今日勝てば優勝、まわしを忘れた、でも今日出ないと優勝がかかっている、じゃあ白いブリーフで出ようか、そんなわけにはいかないですよね。さあ結びの一番、白鵬白いブリーフで登場だって、そんな無理であるんだね。そんな感じですよね。でそれをねすっかりと忘れてて、もうねパリしばらく行かへんかったらいろんなもん忘れんねんなと思って。でもともと温泉フェスっていうのはその地域の人たちとの交流も含めてフェスなんですよね。温泉楽しむのもそうなんですけど、そういった交流とか出会いとかそういったものも含めて温泉フェスなんですけど、結局この間そんなに交流できてないっていうね人も少なかったですしね。だからやっぱり行かないと忘れんねんなと思いましたね。で何よりね今回2カ所回って感じたのが体力の低下なんですよね。僕一人で九州ね、鹿児島とか熊本とか行った時ってせっかく行くならと思って2泊3日行ってたんですよ、一人でね。で2泊3日のこのルートを考えてね、ここ行ってここ行ってここ行って1日目のお宿とかで、それ結構ね30箇所ぐらいピックアップしていくわけですよ。で全部回れないですよ、結局20箇所とかなんですけど、それでも2泊3日で20箇所回ってて、で帰りの飛行機の乗る時に帰りたくないな、せっかく来たしみたいな、もっと回りたかったなみたいな感じでいつも飛行機乗って帰ってくるんですけど、今回2箇所ですよ。もうね体がもうずっしり重かったんですよ。温泉って普通入って癒されてすっきりしてね、体が軽くなって、よし明日からまた仕事頑張ろうとか、やっぱ休みの日に温泉浸かると疲れ取れるよねとかっていうのが温泉やと思ってて、これ2カ所回ってこんなに疲れるのかと。もうね温泉フェスとしてねこれ情けない。改めてねこのフェスのね弱体化を感じましたね。もう弱ってると。このねコロナによるね自粛がこんなにもね温泉フェスを弱体化させるかとっていうのをね改めて感じましたね。で今まで通りの感覚で入ってるから、もうちょっと使ってみようとか、ちょっと出て休ませてまた浸かろうとかっていう入り方するんですけど、前は前今は今もう体力落ちてるんで、出てきた時は本当に体重たかったんですよね。だから子供の運動会でお父さんがたまに徒競走とか出るじゃないですか、お父さん同士でとかで、お父さんとしては昔のイメージで走るけど、もう脚力も落ちてるし体力も落ちてるから足絡まってもつれて転倒するみたいな、そういうのよく見るじゃないですか。まさにあれですね。全然いけるやろ余裕やろ思ってガー入ってガー出てきたらもうしんどーと思って、一
泊2日とかじゃないんですよ。日帰りですよ。いや本当にそれが一番ショックでしたね。なんか温泉に使ってる時間よりも外に出て、こんなに体力弱ってんねや言うて、おっさん2人がなんかもう弱音吐いてる時間の方が長かったですもんね。本当に情けない。温泉フェスとして情けないということで、これからね少しずつ世の中的にもちょっとずつこうねリアル系るそういう流れになってるので、ちなみに温泉ってほら今回は2人で行きましたけど、飲食店なんかでも2人以上はとかねあるじゃないですか。ソーシャルディスタンスでとか。温泉なんか対面じゃないですしね。対面で入ってたら気持ち悪いじゃないですか。温泉ボーイと2人で向き合ってと。で会話もそんなにないですし、なので1人ないし2人でもね全然行けるような、そういう時期になりましたんで、これからはね、そういう温泉体力も、鍛えるためにトレーニングするためにですね、ちょっと一人でもいろいろと温泉を巡っていきたいと思いますので、またそれをインスタ、特にリアルタイムではストーリーズでね発信していきますので、その様子なんかも僕のインスタグラムを見て、楽しんでいただけたらなと思います。概要欄にインスタグラムの URL も貼っておきますので、またよかったら見てみてください。では久しぶりの温泉フェスラジオ、お風呂ラジオ、これで終了したいと思います。また近々ですね収録して、配信できたらなと思っておりますのでお付き合いください。それではまた。